食べ物まるっと研究所です。今回はさつまいもの体への影響についてお話しします。秋の味覚の代表であるさつまいも。焼き芋にしても美味しいですし、料理やスイーツなど食べ方にもいろいろなバリエーションがありますよね。そんなさつまいもにはあまり知られていない驚くべき健康効果が8つあります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも3つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして、さつまいもで得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それではさつまいもの健康効果からいってみましょう。さつまいもの健康効果1つ目は血圧を下げるです。さつまいもには 100g あたり 480mg のカリウムが含まれています。カリウムは血圧を上昇させるナトリウムを排出することで血圧を低下させる効果が期待できます。またカリウムは交感神経の活動を抑制する働きも持っていて、副交感神経が優位になることで血管が拡張して血圧低下につながるんですね。農研機構の研究でもさつまいも飲料を4週間摂取すると最高血圧である収縮期血圧が低下する傾向が見られたと結果が出ています。さつまいもの健康効果2つ目は便秘解消です。さつまいもは芋類の中でも食物繊維の量が豊富で、水に溶けやすい水溶性と水に溶けにくい不溶性の食物繊維が1対2の割合で含まれています。水溶性食物繊維は腸内の善玉菌の餌になり、腸内環境を整えてくれ、不溶性食物繊維は腸内で水分を吸収し、便の傘を増やすとともに蠕動運動を促進して便秘解消に役立ちます。そしてさらに、さつまいもに含まれるヤラピンという成分も整腸作用に一役買っているんです。生のさつまいもを切ると白い液体が出てきます。これがヤラピンです。ヤラピンは腸内のビフィズス菌の働きを活性化して便を柔らかくする効果が期待できます。食物繊維とヤラピンの作用で腸内環境を整えることができるんですね。中国蘇州衛生大学の研究でも、さつまいもを毎日 200g 消費すると、便秘の予防と排便満足度にプラスの影響が出たと結果が出ています。さつまいもの健康効果3つ目は生活習慣病の予防です。さつまいもに含まれる食物繊維は、整腸作用だけでなく、食後血糖値の急上昇を防いだり、血液中の悪玉コレステロールを減らす効果が期待できます。血糖値の上昇は糖尿病、コレステロールの上昇は高血圧や動脈硬化など生活習慣病の原因となってしまいますが、さつまいもは血糖値とコレステロール、両方のコントロールができることで、これらの病気の予防が期待できるというわけですね。また、さつまいもにはビタミン C やアントシアニンなどの抗酸化物質も含まれていて、これらの抗酸化物質は血流を改善したり、毛細血管を保護して動脈硬化を予防する作用を持つので、これもまた生活習慣病予防の効果が期待できるんですね。オーストラリア・ウィーン大学で行われた研究でも、2型糖尿病患者がさつまいもを6週間摂取すると、空腹時の血糖値と総コレステロールおよび LDL コレステロールが低下することが実証されたと結論付けています。さつまいもの健康効果4つ目は免疫力強化です。さつまいもには 100g 中 29mg のビタミン C が含まれていて、このビタミン C は血液中の白血球の働きを助けて免疫力を強化してくれます。また免疫細胞がウイルスを死滅させる際に活性酸素が生まれると免疫細胞の働きが弱くなってしまいます。ビタミン C はそんな活性酸素の働きを抑制してくれるので、免疫細胞の活性が落ちにくくなる効果も期待できます。ニュージーランドオタゴ大学の研究者の論文でも、ビタミン C は様々な免疫細胞機能を高める。適切な免疫機能と感染に対する抵抗力のためには、ビタミン C の適切な摂取が必要と結論付けています。さつまいもの健康効果5つ目は、がんの予防です。さつまいもに含まれる食物繊維は、免疫細胞の約7割が存在する腸内環境を整えてくれるので、がんに対抗する免疫機能が正常に働くようにサポートしてくれます。また、食物繊維は便通を促進して、発がん性物質が腸内に留まる時間を少なくすることで、大腸がんなどの発症リスクを低くしてくれるんですね。
インドネシア・アンダラ大学の論文でも、食物繊維の摂取は結腸直腸がんの発症リスクを低減すると結論を出しています。そしてさらに、さつまいもに含まれるビタミン C やアントシアニンは抗酸化作用を持っているので、ストレスや不健康な食事などで体内に過剰に発生した活性酸素を抑制することで、細胞や組織の健康を守ってくれます。中国江蘇師範大学の研究者の論文でも、さつまいもがマウスの腫瘍増殖を効果的に阻害して、がんに対する免疫応答を調整できると発表しています。さつまいもの健康効果6つ目は美肌効果です。さつまいもには美肌効果が期待できる成分が豊富に含まれています。まずは美肌を作るために欠かせないビタミン C ですね。さつまいもに含まれるビタミン C は、シミの原因であるメラニンの発生を抑えて、シミ、そばかすを予防します。また、ビタミン C は肌の弾力を維持するために必要なコラーゲンの生成を助けることで、シワ、たるみを防いでくれます。そして他にも、さつまいもに含まれるビタミン C やビタミン E、カロテノイド、アントシアニンなどの抗酸化物質は、肌の老化の原因となる活性酸素を抑えることで肌の健康をサポートしてくれます。スペイン・バルセロナ大学の論文でも、黄色またはオレンジ色のさつまいものカロテノイドやベータカロテンは強力な抗酸化能力を持っている。他に紫色のさつまいものアントシアニンとカロテノイドも強力な抗酸化能力を持つと発表しています。さつまいもの健康効果7つ目は老化防止です。ストレスや紫外線など様々な要因で体に余分に蓄積されていく活性酸素。この活性酸素が過剰に発生すると、細胞や組織にダメージを与えて老化を進めてしまいます。さつまいもにはポリフェノールの一種であるクロロゲン酸、皮の色素成分であるアントシアニン、ビタミン C やビタミン E、カロテノイドなどの抗酸化物質が豊富に含まれています。これらの抗酸化物質は老化の原因である活性酸素を除去、働きを抑制してくれるんですね。中国西南大学が線虫を用いて行った研究でも、さつまいものアントシアニンは線虫の寿命を伸ばすことができる。アントシアニンにはアンチエイジング効果があると発表しています。また、さつまいもは加熱することでこの抗酸化作用が増加することが分かっています。徳島県立工業技術センターの研究でも、さつまいもは加熱調理することにより抗酸化活性が増加する傾向が見られたと結果が出ています。さつまいもの健康効果8つ目は安眠です。さつまいもには質の良い睡眠をとるために必要な栄養素が複数含まれています。その一つがビタミン C で、ビタミン C は睡眠リズムを司るセロトニンの合成に役立ちます。セロトニンは睡眠を促すホルモン、メラトニンの材料となって安眠をサポートしてくれるんですね。ポーランド・ウィッチーカ大学の研究者の論文でも、睡眠時間が短い人はビタミン C の摂取量が低いことが分かった。ビタミン C は睡眠時間を伸ばし、睡眠障害を減らし、睡眠時無呼吸の危険な影響を減らすのに役立つ可能性があると発表しています。また、さつまいもに含まれるマグネシウムも眠りを誘うホルモンであるメラトニンを合成するために役立つので、不眠症を改善してくれる可能性があります。イラン・テヘラン医科大学の論文でも、食事によるマグネシウム補給がメラトニン濃度を増加させる。マグネシウムの補給は高齢者の不眠症を改善し、高齢者の睡眠障害を管理する上で有用な手段になる可能性があると結論付けています。このようにさつまいもには様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんなさつまいもを食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。さつまいもを食べ過ぎるデメリット1つ目は、焼き芋は太りやすいです。さつまいもは生の状態で 100g あたり 127kcal あるので、いつもの食事にプラスして食べ過ぎると太る原因になってしまいます。ご飯など主食の代わりにさつまいもを食べる、いつもの間食をさつまいもに置き換えるなど、カロリーや糖質のトータル量を調整することが大切ですね。また、さつまいもは茹でたり蒸したりするよりも、焼き芋にすることで血糖値が上がりやすくなるといった特徴もあります。血糖値を急上昇させないためにも覚えておきたいポイントです。さつまいもを食べ過ぎるデメリット2つ目はお腹の不調です。さつまいもには食物繊維が豊富に含まれているので、適量であれば腸内環境を整えてくれます。
ただ、さつまいもに含まれる不溶性食物繊維を摂りすぎると、便が硬くなり逆に便秘になってしまうこともあります。また、体質によっては食物繊維によって下痢を起こしてしまう人もいるので、お腹の調子を確認しながら食べる量を調整したいですね。さつまいもを食べ過ぎるデメリット3つ目は、おならが増えるです。さつまいもを食べ過ぎると食物繊維の影響でおならが増える可能性があります。食物繊維は腸内で分解されて、腸内細菌に代謝される過程でガスが発生します。これがおならの元になるんです。特にさつまいもは食物繊維が多くて消化に時間がかかるので、よりガスが発生しやすくなります。食べ過ぎには注意が必要です。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それでは、さつまいもの適正量はどのくらいなのか。さつまいもの摂取量は特に決められていません。なので、1日 100g から 200g 程度を目安に、1日のトータルのカロリーも考えながら食べる量を調整するといいですね。さつまいもは生の状態で 100g あたり 127kcal です。200g 食べると 254kcal で、ご飯茶碗1杯と同じくらいのカロリーとなることも参考にしてみてください。また、中国蘇州衛生大学の研究では、さつまいもを毎日 200g 消費して成長効果が出ていることも一つの目安になりますね。次に、さつまいもの健康効果を最高に引き出す食べ方をご紹介します。まずは美味しいさつまいもの選び方です。見た目としては、皮の色が均一でツヤが良く、皮に傷やデコボコがない、ふっくらと中心が丸くなっていて、持った時にずっしり重みを感じるものがいいです。次に食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント1つ目は、皮ごと食べるのがおすすめです。さつまいもの皮にはポリフェノールのアントシアニンやビタミン類が豊富に含まれています。皮ごと食べることで、さつまいもに含まれる栄養素を漏れなく摂ることができます。ただ、皮の部分には食物繊維が多いので、胃腸の調子が悪い時や食べ過ぎには注意が必要です。食べ方のポイント2つ目は、水にさらすのは短時間で OK です。さつまいもを調理するときには、水にさらしてアク抜きをすることで、見た目も綺麗になりますし、調理する際の味も染み込みやすくなります。ただ、長時間水につけているとビタミン C が流れ出てしまうというデメリットもあります。なので、水にさらすのは短時間、10分程度で大丈夫です。食べ方のポイント3つ目は、冷蔵保存はダメです。さつまいもは寒さに弱い食材で、温度の低い場所で保存すると、さつまいも内の細胞が低温障害で死んでしまって美味しくなくなってしまいます。さつまいもは基本的に常温保存で大丈夫です。10度から15度程度の冷暗所で保存するといいですね。次に、さつまいもと相性のいい食材をお話しします。さつまいもと相性のいい食材1つ目はりんごです。さつまいもは不溶性食物繊維、りんごは水溶性、不溶性両方の食物繊維が豊富なので、さつまいもとりんごを合わせることで食物繊維のバランスが整います。水溶性食物繊維は糖質の吸収を遅らせたり、コレステロールの吸収を抑える効果もあるので、整腸作用だけでなく、心血管疾患などの生活習慣病予防も期待できますね。さつまいもと相性のいい食材2つ目は、味噌やヨーグルトです。さつまいもと味噌やヨーグルトなどの乳酸菌を含む食材を合わせることで、整腸作用がより高まります。味噌やヨーグルトの乳酸菌は腸内で善玉菌の餌になって腸内環境が整っていきます。そこにさつまいもの食物繊維の整腸作用が合わさることで、さらに腸内環境が整っていくんです。さつまいものお味噌汁、ヨーグルトとさつまいもを和えたサラダなどがおすすめですね。さつまいもと相性のいい食材3つ目は、お肉や豆腐です。さつまいもには糖質とミネラル類が豊富に含まれていますが、体を作るために必要なタンパク質はそこまで多く含まれていません。なので、タンパク質を豊富に含む肉や豆腐などの食材と組み合わせることで、栄養バランスが整います。また、さつまいもに含まれるビタミン C は、タンパク質と一緒に摂ることでコラーゲンの生成が促されるので、美肌効果も期待できます。そしてさつまいももタンパク質を含む肉や豆腐も食べ応えがあるので食べ過ぎを防ぐこともできますね。一緒に炒めたり煮たりと料理のバリエーションも豊富です。今回はさつまいもの健康効果など体に与える影響についてお話ししました。
何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しいさつまいもを適切な量を食べて健康な体を作っていきたいですね。また、特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。